人差し指は実はカットサインです。大丈夫かなじゃあカットしとけよ。iPad、とかですね、タブレットを、車載にしたい方向けのちょっとしたお話なんですけど、いつもねこうやってスマートフォンをつけているんですけど、ここね磁石タイプのやつですね。こういうの多分皆さん知ってると思うんですけど、実は取り外したいらしい。ここにね iPad をつけるわけなんですけど、こう車載用の、大きい iPad のフォルダーというのを売っていると思うんですけど、こういうとこにね、吸盤つけたりでこう開閉するようなサイズを合わせるようなギミックがついていて、すごい取り回しはいいんですけど、かなりそのギミックに対しての、なんて言うんでしょうかね、カットで逃げた。わら。iPad の取り付けですね、フォルダーを使用して取り付ける DIY の工作になりますね。こんなタイプのものをおほ、顔面映り込んでるよ。わら。ここに対して、取り付けますね。人が結構歩いてる。要はですね、これですね。オートバックスとかね売られてる、スマホを作るためのものになりますね。こういった感じで今磁石部分が皿から外れてびっくり。怖くて2度目はくっつけないようです。まだねiPad を取り付けていないんですけど、どんな感じで取り付くかっていうのをちょっとお見せします。こうですね。若干斜めっていうのか。でもこれぐらいでいいか。ですね。簡単ですね、取り外すのも。はい、こんな感じになってます。でここには iPad を置いた時のストッパーですね。これは普通のプラスチックです。今間違いがありました。訂正いたします。普通のプラスチックです、との発言がありましたが、正しくは購入の際に真夏の車内温度を考慮して、耐熱用の素材を選んであるはずです。でこういった iPad ですね。これからカバーから取り外して、ここに、滑り込みます。わらわら、引っかかると思った。ただこんだけですね。めっさ顔面映ってますよ、わら。になりますね。
一回外したのかな。もうちょっと下だった方が良かったのかな。ブツブツ独り言言ってるのは、編集ありきだったからか？横から見るところですね。こういったストッパーがありますね。で、下の落下、iPad が落下するのを、防ぎます。で、ここと、接続できるわけですね。一回外したのかな。で、ですね、市販のものだとね、だいたい多いのがこんな感じになるものだと思いますね。で、運転中の視認性というのがあまり良くないので、こういうのをちょっと作ってみました。これだと、簡単につけられるし、で、17時になりましたよ。でですね、17時なんですか？クーラーをわら直接こう当てなくて済むんで、クーラー直接当てると結露があるのかな、そういうのを防げると思いますね。で、はい、運転中クーラーを使うこともしっかりできます。どうでしょうか。結構いいもんだと思いますね。こういった類のものはもう本当に DIY センターで売ってるものを、買ってきて流用します。これ簡単に取れているんですけど、実はなかなか丈夫なもんで、でもこれ一回落ちてんのかな。結構丈夫なもんで、はい、落下はほぼないんじゃないですか。今までなかったですね。落下したことないよ。見てる人が不安になるだろう。ここに当ててテコの原理で持って取ってるもんだから、楽に取れてるだけですね。です。どうでしょうか。ちょっと汚いですけどね、手作り感満載なんで。商品を買うよりはね、こう作る方が、安く上がりますね。だいたい1000円以内で収まってます。雑にも程ただが、ね、これもっと綺麗に作っとこうな。高いものでは1個500円のセットもありますんでね、この辺は気をつけてください。2、300円で売ってるものでいいと思います。やっぱりスムーズに取れないんですね。わらわら。こんなもんですね。普通のプラスチックと普通のプラスチックじゃないはずですっこのてば。部分のこれですね。これをここにつけてます。取れた。わらわら。もうレビュー動画の真似事はやめときましょう。これを戻してスマホ、ここにいつもついてますね。
な感じです。いかがでしょうか。わらわら。雑なアイテムの作りと、あまりの動画のグダグダぶりに、視聴者様へ不安を与えたと思います。ごめんなさい。フォルダーを作る際の要点としましては、1点接着剤部分をしっかりと接着させる。2点用いる接着剤はなるべくアロンアルファなどの瞬間接着剤は用いない。理由として、小刻みな振動や叩くようなショック性には、瞬間接着剤は不向きです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネルへのご参加のほどよろしくお願いいたします。